カトリックの聖書解釈について。イントロダクション。カトリックの聖書解釈は、一体どのように行われているのでしょうか？聖書はキリスト教徒にとっての信仰の基盤であり、それをどのように解釈するかはその信仰を大きく左右します。キリスト教においては、聖書の解釈が教会の教義、礼拝の形式、そして信者一人一人の信仰生活を決定づけます。また、聖書の解釈は宗教的な思考や行動の指針となり、聖書を理解することで神の意志や教えを理解することができます。今回は、ズンダモンと四国メタンが対話形式で解説します。聖書の解釈はどのように行われているのか。カトリックの聖書の解釈ってどういう風に行われてるのだ？カトリックでは、聖書の解釈は教皇や司教たちがいて、その解釈は教会の教義として定められるの。それは、教会の伝統と経験に基づいて行われていて、また神の啓示とともに解釈されているの。これにより、教会は聖書の教えを今の状況に適用することができて、信者たちに指導を提供するのよ。聖書の解釈にはどのような規則があるのか。ふむふむ、それなら聖書の解釈には何か特別な規則とかあるのだ？実はそうなの。カトリック教会では、聖書の解釈には、時義通りの解釈と、比喩的な解釈の2つの方法があるの。時義通りの解釈は、文字通りに解釈する方法で、これは聖書の言葉をそのまま受け入れるという意味ね。一方、比喩的な解釈は、聖書の文字そのものを超えて、より深い意味を見つけ出す方法よ。これは、聖書の故事や比喩を通じて、神の意志を理解するというものね。聖書の解釈が違うと何が変わるのか。じゃあ聖書の解釈が違うと何が変わるのだ？それはとても大事なポイントよ。聖書の解釈によって、教義や信者の信仰生活が大きく影響を受けるのよ。具体的には、人々は聖書の解釈を通じて神の意志を理解して、それに従う生活を送ることを求められるの。それから、聖書の解釈は、個々の信者の信仰を形成するだけじゃなくて、教会全体の方向性や教義をも決定づけるのよ。だから、正確な解釈は信者たちが神の意志に従って、神への奉仕を適切に行うために不可欠なのよ。まとめ。聖書の解釈は教皇や司教たちが行い、その解釈は教会の教義として定められます。また、聖書の解釈には時義通りの解釈と比喩的な解釈の2つの方法があり、その解釈によって教義や信者の信仰生活が大きく影響を受けます。聖書の解釈は、キリスト教徒にとって信仰の核心であり、その解釈の方法は信仰生活を大きく左右します。信者たちは、聖書の解釈を通じて神の意志を理解し、それに従う生活を送ることが求められます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。